ずんだもん。海外進出を目指してグローバル塾に通う生徒なのだ。あら、今日も早いわね。メタンが来たのだ。今日はどの地域を紹介してくれるのだ。やる気があるようで嬉しいわ。今日紹介していくのはヨーロッパの危険な絶景スポットよ。アジアのお隣さんなのだ。そうね、同じユーラシア大陸上に位置しているわ。ただ前回のアジア編とは違って今回紹介するヨーロッパの危険な絶景スポットは全て崖に関係してくるわ。確かに崖から見る景色は絶景だと思うけど、落ちたら絶対死ぬから危険に決まってるのだ。まあそのスリルが絶景をより美しくさせるのよね。そういえばメタンって変人だったのな。ということで早速授業を始めていくわね。よろしくなのだ。まず危険な絶景スポットを紹介していく前に、せっかくだから崖という地形がどのように形成されていくのかを知っておいてほしいわ。ずんだもんは崖ができる過程がわかるかしら？なんとなく削られてできるってことはわかるのだ。そうね、ずんだもんの言う通り侵食作用が崖の形成を促しているの。その侵食作用って何なのだ？まず侵食作用を生み出すものとして風、水、氷河等が挙げられるわ。これらの自然力によって岩や土壌が削られていき、そこに崖ができるのよ。それにしてもここまで大きな崖を作り上げるなんて、自然の力ってやっぱりすごいのだ。ちなみに海水の運動による侵食を海岸侵食といって、これによって生まれる崖を海食崖というわ。他にも破食によって生まれる破食崖など様々な種類に分類されるわ。一言に崖といってもいろいろな違いがあるんだな。ということで大体崖について分かってきたところで、お待ちかねの一つ目のスポットを紹介していくわね。グローバル。一つ目はトロルトゥンガよ。ノルウェーベストランケンオッタの北東にあるダム湖の高さ約700メートルの山の崖から水平に突き出た岩塊よ。うわ、すごい景色がいいのだ。南海湾の形が下みたいに見えるのだ。お、ずんだもん鋭いわね。このトロルトゥンガという名前は英語ではトロールの下と訳されるの。トロールはノルウェーの伝承に登場する妖精の一種よ。っていうことは僕の仲間ってことなのだ。ただ一般的なトロールのイメージは醜悪な容姿を持ち、あまり知能は高くなく凶暴で人を食べるというものよ。トロールってそんなにヤバいやつだったのか？まあこれだけ大きな舌を持っているんだから人ぐらい簡単に食べれるでしょうね。あとトロールには変身能力もあるから、もしかしたら今の私は変身したトロールかもね。僕は食べても美味しくないのだ。ふふ、冗談よ。話がそれちゃったけど、この崖は先カンブリア時代の基盤岩の一部で、氷河の先端が崖に到達した約1万年前の氷期に形成されたの。すごい長い歴史を持ってるのだ。周囲にはフィヨルドと呼ばれる氷河の侵食作用によって形成された複雑な地形の湾が見られるわ。自然の作用でできる景色はやっぱり壮大なのだ。ただここには何千もの観光客が夏の4ヶ月の間に訪れるんだけど、安全のための策が一切ないの。めっちゃ危ないのだ。自然の景観を損なわないようにしていると言われているけど、危険な撮影行為も行われていて、いつ死亡事故が起きてもおかしくない場所だわ。ということはまだ死亡事故はないのだ。いや、それが一度起きているのよ。2015年9月5日に一人の女性が記念撮影の際にバランスを崩し、崖から2、300メートル下に転落して命を落としたの。地元の関係団体が把握する限り、現場での初の死亡事故となったわ。そんな事故があっても柵は設置されないのか？そうね、逆になぜ死亡事故が他になかったのか不思議なくらいよ。またトロルの下へ向かう登山中に遭難するという事故も何度か起きているから、そこも要注意ね。グローバル。2つ目はブレーケストーレンよ。高さが約600メートルある一枚岩で、死ぬまでに行きたい観光名所の1位に選ばれた場所でもあるわ。それだけ
感動できる絶景なんだな。僕も生で見てみたいのだ。ちなみにこの崖もノルウェーにあって、フィヨルドの崖の一つよ。ノルウェーはフィヨルドが多いんだな。ところでプレイケストーレンってどういう意味なのだ？ノルウェー語で演説台という意味で、崖の頂上がおよそ25メートル四方の正方形になっていることが由来だわ。この場所の危険ポイントは一つ目と同じで、崖にはやっぱり柵がないのよ。なんか感覚が麻痺してきたけど、ヨーロッパではこれが普通なのだ。またプレーケストーレンは片道2時間のハイキングコースで、ビジットノルウェイというノルウェーの公式観光サイトではチャレンジングなんと書かれているわ。ハイキング気分で登るのは少し危険かもしれないわ。そんなの登った時にはフラフラなのだ。そうね。でもきっと登りきった後に見る絶景はきっと忘れられないものとなるでしょうね。またここの特徴として崖に大きなひびが入っているの。なんかエマにも割れそうなのだ。トロルの下とはまた違ったスリルも楽しめるわね。ただこの場所でも2013年に転落事故が発生しているから、細心の注意を払う必要があるわ。やっぱり柵ぐらいはつけるべきだと思うのだ。ちなみに冬はトレッキングは禁止されているから、行くなら4月から10月頃が最適ね。グローバル。3つ目はモハーの断崖よ。アイルランド西部のクレア州にある長さ約 8km の絶壁で、高さは高いところで200メートルほどあり、アイルランド屈指の絶景を見に毎年約150万人以上が訪れているわ。すごいたくさんの人が訪れているのだ。そしてこの断崖ができたと言われているのは、なんと3億2000万年前の上部石炭紀と呼ばれる時代なの。そんなに昔からあるのだ。さらにすごいのは歴史だけじゃなくて、ここではアイルランド屈指の豊かな自然を楽しむことができるの。1979年には EU の特別保護地域鳥類指令に指定されていて、現在も様々な種類の珍しい鳥が生息しているわ。またヤギ、イルカ、アザラシ、サメなどの野生動物も多く見られるのよ。もう観光スポットとしては最高なのだ。そうね。この地域はその偉大な地質遺産からユネスコの世界ジオパークにも指定されているわ。そういえばこの場所に見覚えがあるのだ。ハリー・ポッターと謎のプリンスでこの場所が出てきてたのだ。お、よく気づいたわね。ここは映画撮影によく使われる場所でもあって、ライアンの娘やプリンセスブライドなどの映画にも出てきているわ。それだけでも行きたいと思わされるのだ。ただ危険ポイントとしては、案の定崖に柵などが設置されていないところね。崖のギリギリのラインまで歩いていけるんだけど、雨風が強いことが多いから十分注意する必要があるわ。実際に写真を撮ろうとした学生の転落死事件も起きているしね。こういう場所に行くならまずは自分の安全を最優先に考えないとなのだ。そして悲しいことに、ここは自殺スポットという側面もあるの。こんな絶景があるのになんでなのだ。モハーの崖の壮大さや美しさから、この場所を最後の地と決めて自殺する人もいるみたいね。危険な絶景スポットにはそういう裏の事情もあるんだな。4つ目はスペインにあるエルカミニート・デル・レイよ。なんか名前が複雑で覚えづらいのだ。この名はスペイン語で王の小道を意味していて、かつてのスペイン国王が1921年に上流に完成したダムの完成式典に出席する際にこの道を通行したことが由来となっているわ。ということはかなり昔に作られたんだな。ただ長年にわたって放置された状態が続き、1999年と2000年に起きた2件の事故で4人が死亡し、入り口に柵が設けられ原則として立ち入り禁止となったんだけど、その後もクライミング目的などで観光客が多く訪れていたの。っていうかこの道って本当に道なのだ。どう考えても通っていい場所じゃないのだ。ここはその見た目の通り廃道と化していて、世界一危険な遊歩道とも言われていたわ。一歩足を踏み外せば最高230メートルから谷底まで真っ逆さまに転落してしまう危険があったわ。もはやここに来る人の頭が心配なのだ。ただここがあまりにも危険すぎるということで、
政府が700万ユーロを投じて再整備計画を実施し、2011年から工事が行われたの。その結果、整備工事は2015年3月に完了し、3月28日から一般通行が可能になったの。ちゃんと手すりもついて安全になってるのだ。古い歩道と比べると一目瞭然ね。ただ、現在も落ちる危険性はゼロではないから、気をつけて観光するようにしてほしいわ。僕も道にさえ目を向けなければ怖くないのだ。峡谷と川は一度は見る価値がある絶景だから、高所恐怖症じゃなければ行ってみるのもいいわね。ということで今回も4つのスポットを紹介していったわ。どれも高所恐怖症の人は行けなさそうな場所だったのだ。断崖絶壁から眺める景色には今まで積み重なってきた歴史を感じられるし、きっとその壮大さに感動すると思うわ。ただ、落ちたら死ぬという当たり前のことをつい忘れてしまわないように気をつけてほしいわね。目の前には絶景が広がっているけど、一歩先は知って感覚がバグりそうなのだ。今日の授業はこれで終わりよ。まだこのシリーズは続く予定だから、次回も楽しみにしておいてね。でじゃ。